もし浮気をした相手に復讐するとしたら、あなたはどんな方法を選びますか？1993年12月7日、ドイツヘッセン州フルダヘルツイエズ病院の病室では、一人の女性が備え付けの電話機を耳に当てていました。ええ、赤ちゃんは無事よ。1週間ほどで退院できるって。女性の名はダイアン・シャップ。彼女は恋人のグレゴリー・G・グローバーに自身の容体を伝えていました。妊娠3ヶ月のダイアンは今朝自分が出血していることに気づき、不安になって病院へやってきたんです。そしてそれは2人が10分ほど通話した時のこと。何をするんだ。グレゴリーが声を上げると同時に突然電話が切れてしまったんです。それからしばらくして病室の扉が開かれたかと思うと、そこには一人の男が立っていました。ダイアンが寝ているベッドへゆっくりと歩み寄るその男。次の瞬間、彼は肩から下げたバッグから恋人グレゴリーの生首を取り出したんです。妊娠中の女性の病室へ彼女の恋人の生首を持ってきた男。彼を強行に走らせた男女2人の過ちとは。犯人はその女性を幸せにするため、自身の体をも犠牲にした男だったんです。おっさすけんちゃんです。やみやみこです。というわけで、ヤミコさんね、最近シーシャバーを恵比寿で開くで、結構恵比寿に行くんですけど、はいお昼にどこ行けばいいかなと。街がこじゃれてるんで、帰りづらいんですよ。前行ったうどん屋さん美味しかったな。うどん屋さんね。讃岐うどんのお店。どこにある恵比寿行った時どこに高架下あたり。わかる。うどん屋さんそれ蕎麦屋さんじゃなくて。高架下なんか高架下近く。でもまあわかるよ。うどん屋さんっていうか蕎麦屋さん。でもね、恵比寿ってそういうサラダ屋さんしかなさそうなイメージ。いや畑じゃんもう。いや、畑ではないわよ。産地直送の可能性があるじゃない。畑じゃんもう。サラダ屋さんがあると言って畑ではないんだけど。あるけどね、グリーンブラザーズとか。例えば何食べたの最近。仲良しっていう和食の定食屋さんみたいなのと、よくわかんないステーキ屋さん。硬い肉のとこね。俺硬いのいける。名前出しなさいよ。あとは、あそこよかったな。これはちょっと背伸びしてね。シュラスコ食べた。恵比寿であんだよ。バルバッコア。バルバッコアじゃない。アレグリア。それかも。ある程度やっぱ美味しくて、うん焼きたての切りたて、やばいよね。というわけでね、皆さんね、恵比寿で僕一人で入れるようなおすすめのお店あったらぜひね、コメント欄で教えていただければ、ほぼ100で行くんでお願いします。 Google マップ見なさいよ。今回はドイツで起こった非常に猟奇的な殺人事件をご紹介します。犯人の男はなんと不倫相手の生首を妻に渡すというとんでもない凶行に出るんです。やばすぎるわね。思いつく限りで究極の復讐みたいな感じで、戦国時代の人なのみたいな感じの事件だこれ。決してね、この犯人を擁護するわけではないんですが、この犯人の男はかなりの愛妻家で、これだけ妻を愛していて、こんなことをされたらって思わなくもないようなね、そんな事件なんです。事件の日、妻から不倫の事実を打ち明けられたその男。彼はその事実を受け入れたかのように見えたんですが、実は違ったんです。友人として。1993年12月7日、ドイツヘッセン州フルダ。その日の午後、ヘルツイエズ病院の病室では一組の男女が深刻そうに話をしていました。これから話すことはあなたにとってとても辛い話になると思う。この日入院することになった自分を見舞いに来た夫に対し、重々しい口調で切り出したその女性はダイアン・シャップ。夫のスティーブン・J・シャップは少し驚いたような表情でその話に耳を傾けます。私、あなたとは別の人の子を妊娠してるの。今3ヶ月よ。二人の間にしばしの沈黙が流れました。そして次に口を開いたのは夫のスティーブン。そうだったんだね。わかった。大変な時だと思うから君はとにかく安静にして。お腹の子が無事に生まれてくるといいね。突然不倫と妊娠の事実を告げられたにもかかわらず、怒る素振りもなくそう口にした夫スティーブン。彼は続けてこう言いました。僕らは夫婦としてはうまくいかなかったが、今度は友人としてできる限り支えたい。急な入院で身の回りのものが用意できてないだろ。僕が準備してもいいかな。穏やかな口調でそう話すスティーブンに無言でうなずいた妻ダイアン。不倫相手の名前はお互いのために伏せておくのがいいと話し、スティーブンは病室を出て行ったんです。しかしそれから1時間後、再び病室を訪れたスティーブンは打って変わって険しい表情をしていました。君が不倫した相手の階級を教えろ。ひどく冷たい声でそう言ったスティーブン。階級と言ったのは彼がドイツに駐屯しているアメリカ兵だから。スティーブンは不倫相手が自分の同僚だと分かっていたんです。スペシャリストよ。夫の問いかけに戸惑いながらもそう答えた妻ダイアン。するとスティーブンの顔はみるみる怒りに歪んでいきました。その男とはどこで寝たんだ？寝室かソファーか？床に布団を敷いてそこで。ダイアンが恐る恐るそう告げると、スティーブンは最後にこう言い残し病室を出て行ったんです。もうあのアパートでは暮らせない。荷物をまとめる。そりゃ急にさ、不倫相手の子に妊娠しただなんて言われたらこんな反応になってしか
かるべきよ。むしろ最初の反応がね、優しすぎて不自然なくらいだったわよ。そうですね。妻がね、不倫相手の子を妊娠したっていう状況で冷静でいられる男性っていうのは、ごくわずかなんです。というわけで本日のメトラキーワード、男女による嫉妬の違いについて。1999年、アメリカの進化心理学者デビッド・バスは大学生234人に対してパートナーの浮気に関する調査を行いました。調査内容は、パートナーが肉体的に浮気することと気持ちの面で浮気することをどちらに嫉妬するかというもの。結果、男子の 61% が肉体的な浮気と答えたのに対し、女子の 87% は気持ちの面の浮気と答え、男女で真逆の傾向が示されたんです。男性の方が肉体的な浮気に強い嫉妬を覚えるのは、女性の浮気によって自分の遺伝子を残せないことが大きな損失となるため、進化心理学の観点で言えば、不倫相手の子を妊娠したと告げられることは男性としては最も許されないことなんです。逆に女性は妊娠している時点でその子供に自分の遺伝子が受け継がれることは確定しています。必要となるのはパートナーによる子育ての支援で、その支援が受けられなくなる可能性があることから、気持ちの面の浮気に強い嫉妬を感じるんです。場面は変わり、その日の夕方5時過ぎ、フルダの陸軍基地では公衆電話に向き合う一人の青年の姿が。よかった、ダイアンも俺たちの子も無事なんだな。安堵の表情を浮かべるその青年は、グレゴリー・G・グローバー特技兵ダイアンの不倫相手でした。軍の関係者からダイアンが入院したという伝言を伝えられ、電話をかけてきたグレゴリー。彼は続けてダイアンの夫スティーブンの話題にも触れたんです。そういえば今日はスティーブンさんが車で弊社まで送ってくれたよ。君との離婚のことを憂鬱そうに話してたんだが、俺たちの関係は知られてないよな。そして2人が話し始めて10分が経とうという頃、電話をしていたグレゴリーの後ろでは、スティーブンがナイフを構えていました。電話ボックスの中でナイフ向けられるとかも密室すぎて怖すぎて、スティーブンが怒るのも無理はないんだけど、ちょっとやりすぎよこれは。彼がそれほど激怒した理由は、ダイアンとスティーブンのこれまでの夫婦関係を振り返るとよくわかるんです。愛妻家の男。事件から4年前の1989年3月、後に夫婦となるスティーブンとダイアンはロンドンからアメリカへ向かう飛行機の中で出会いました。2人はいずれもメリーランド州ボルチモア出身。ダイアンは当時イギリスオックスフォード大学の学生で、この時は帰郷するところ。一方のスティーブンはたまたまイギリスを訪れており、アメリカへの帰国のタイミングが重なったんです。こんなにも楽しく話せる女性は初めてだ。同い年のダイアンと近くの席になったスティーブンは、自然体で会話できる彼女に運命的なものを感じたといいます。2人は出会ってから半年後に結婚。この時スティーブンは心に誓いました。僕はこの人を一生かけて幸せにするんだ。スティーブンは10代の頃に両親の離婚を経験していました。原因は父親の不倫。彼は6人兄弟の長男だったため、それ以降一家の大黒柱の役を担うことに。若かりし頃のその経験から、スティーブンは一度結婚した相手に生涯添い遂げるという価値観を持っていたんです。こうしてスティーブンとダイアンは幸せな結婚をしたように見えましたが、彼らの結婚生活には一つの大きな障害が立ちはだかりました。ダイアンは結婚以来スティーブンの子供を3度妊娠。しかしなんといずれも流産になってしまったんです。せっかく授かった子供を3度も失ってしまうその経験は、妻ダイアンの心を深く傷つけました。私もう妊娠したくない。ダイアンは避妊手術を受けると言い出しましたが、スティーブンはこれを制止。これ以上君を苦しませたくない。僕がパイプカットの手術を受けるよ。こうして夫のスティーブンは避妊手術を受け、二度と女性を妊娠させられない体に。スティーブンが子供を欲しがっていたことを知っていた父親が気遣って連絡すると、彼はこう言ったと言います。子供が欲しければ養子を取ることもできる。大したことじゃないよ。ちょっと待ってよ、この状況からさ、奥さんが不倫相手の子を身ごもるって計り知れないショックよこれ。スティーブンはさ、奥さんが妊娠したくないからって言ってパイプカットまでしてんのよ。代償が大きすぎますよねこれ。スティーブンはこれほど妻を愛していたにもかかわらず、ダイアンの心は少しずつ離れていったんです。結婚から3年後の1992年、スティーブンはドイツフルダのシックルズ陸軍飛行場にヘリコプター整備工として配属。妻ダイアンと共にドイツへ渡ると、彼女にヨーロッパを見て回るように勧め、ダイアンはしばしば一人旅に出たといいます。そしてこの頃、夫婦のアパートに頻繁に出入りするようになったのが、アリゾナ州フェニックス出身の特技兵グレゴリー・G・グローバーでした。俺4歳の頃にカタログで軍服を見て以来、ずっと陸軍に入るのが夢だったんです。目を輝かせながらそう語るグレ
レゴリーはスティーブンにとっては可愛い後輩。グレゴリーは夫婦のアパートを訪れては一緒に CD を聴いたりお菓子を食べたり和気あいあいと過ごしていたんです。そしてそれは夫婦がドイツへやってきてから1年後の1993年9月、スティーブンは指揮官研修のため1ヶ月間基地を離れることに。その間もダイアンのアパートへ訪れていたグレゴリーは彼女と6回も避妊具なしのセックスをしたんです。ダイアンはグレゴリーに対し夫スティーブンについてこう打ち明けていました。あの人は優しいけれど本当に私の話を聞いてるのかわからない。気持ちを伝えても反応してくれないことが多くてもう疲れたの。自身が仕事に打ち込む中、ダイアンを気遣って旅行に行かせるなど彼女を自由にさせていたスティーブン。しかしダイアンが欲していた愛情とスティーブンの思う愛情は大きく食い違っていたようなんです。グレゴリーと数度の性行為を交わした翌月、ダイアンは自分が妊娠していることに気づきました。夫のスティーブンから完全に気持ちが離れてしまった彼女は妊娠の事実を隠したまま夫にこう切り出したんです。私たち離婚しましょう。私はこの結婚生活でたくさん傷ついた。あなたのことはもう愛せないの。これはスティーブンの気持ちを思うと心めちゃくちゃ痛いわよこれ。ダイアンがね、求めてた夫婦関係とは違ったのかもしれないんですけれども、スティーブンが悪いっていうのはね、全然思えないです。ダイアンはね、不倫や妊娠の事実は告げずに離婚しようとしていたんですが、この後スティーブンは妻への疑惑を深めていくんです。知りたくなかったこと。1993年12月上旬、ダイアンは夫のスティーブンに友人のところへ遊びに行くと嘘をつき、不倫相手のグレゴリーに会いに行きました。そして彼女が帰宅した12月5日のこと、僕は最低なことをしてしまった。妻が帰るなり意気消沈した様子でそう切り出したスティーブン。妻の異変を感じ取った彼はダイアンが留守の間に彼女の日記を盗み見し、不倫の手がかりを見つけていたんです。日記の内容は全部妄想で書いたことなの。ダイアンはそう言って不倫の事実を否定すると、スティーブンも一応は彼女の言葉を信じる素振りを見せたんです。しかしこの一件があった2日後、朝から銀行へ行くつもりだったダイアンが身支度していると、大変、血が出てる。シャワーから上がったダイアンは自分が出血していることに気づきました。流産の経験がある彼女は不安でたまらなくなり、フルダ市内の病院へ向かったんです。診察の結果、医師からは1週間の安静入院が必要だと告げられました。こうして夫に不倫を疑われたばかりの最悪のタイミングで、ダイアンは彼に妊娠の事実を話さざるを得なくなったんです。病院に妻の見舞いに行った際、不倫と妊娠の事実を聞かされたスティーブン。彼は不倫相手の階級がスペシャリストだと聞き、すぐにその人物がグレゴリーだと悟りました。そしてスティーブンは基地内の公衆電話からダイアンに電話をかけていたグレゴリーに背後から襲いかかったんです。やめてくれ。グレゴリーは逃げ出そうとするも、公衆電話から3メートルの位置で転倒。スティーブンは彼に馬乗りになり、何度もその体にナイフを突き立てました。憲兵を呼んでこい。駆けつけた兵士たちは慌ててそう叫ぶも、10回15回とナイフを振り下ろすスティーブンの壮絶な姿にほとんど身動きを取れずにいたんです。喉や胸をめった刺しにされ動かなくなったグレゴリー。スティーブンはまだ足りないと言わんばかりに彼の頭を切り落とそうと、その首に何度もナイフの刃を入れました。グレゴリーの遺体は首の皮1枚でつながっている状態に。スティーブンはその状態の頭部へ数度蹴りを入れ、体からその頭を引き剥がしたんです。一同が騒然とする中、スティーブンはグレゴリーの髪の毛をつかみ、彼の頭を掲げてこう言いました。見ろ、これが不倫の報いだ。そしてスティーブンはグレゴリーの頭を持ったまま自身の車へ乗り込み、その場を去っていったんです。1993年12月7日、夕方6時を迎えた頃、ヘルツイエズ病院の病室へ再びやってきたスティーブン。ベッドの上の妻ダイアンは恐怖に震えていた。それはスティーブンの衣服が真っ赤な血にまみれていたから。スティーブンは何も言わずダイアンのベッドへ歩みを進める。そして彼女の隣まで来ると、スティーブンは肩から下げていたスポーツバッグを床に置き、その中を探り始めた。次の瞬間、スティーブンはそのバッグからグレゴリーの生首を取り出した。スティーブンは妻ダイアンの目の前に生首を突きつけ、声を張り上げた。見ろよ、グレゴリーが会いに来たぞ。これで毎晩一緒に寝られるな。もっともお前は一睡もできないだろうがな。実話か疑っちゃうレベルで衝撃的な話ね。病院のスタッフが駆けつけた後のスティーブンの態度っていうのもかなり狂気じみていたんです。
悲鳴を聞きつけた病院のスタッフが病室へ向かうと、そこには顔を真っ青にしたダイアンと彼女の足元に腰を下ろしたスティーブンの姿が。ベッドのサイドテーブルにはグレゴリーの生首。医師の一人はそれを慌ててタオルで隠そうとしますが、スティーブンが制止。そして彼は居合わせた病院のスタッフに向かいこう言いました。今から僕が話すことをよく聞いて、できるだけ覚えておいてほしい。スティーブンが語ったのは妻の話や日記から不倫相手の正体が誰なのかを探り、どのタイミングで襲うかを入念に計画したこと。そして全ては妻のために、愛しているからこそやったということを彼は淡々と語ったんです。その後陸軍憲兵隊が到着すると、スティーブンは抵抗することなく投降。翌年の軍事裁判では妻ダイアンも証言台に立ちました。彼女は毅然とした態度で証言していましたが、スティーブンが病室に生首を持ってきたことを話す際には耐えきれず、その場で泣き崩れる場面も。法廷でのスティーブンはほとんど無表情だったといいますが、妻が証言する時だけは彼女をじっと見つめていたといいます。1994年4月1日、スティーブンに下された判決は懲役45年。計画殺人で有罪となった彼には当初仮釈放なしの終身刑が予定されていましたが、陪審員7名のうち6名が情状酌量の余地ありと判断し減刑となったんです。スティーブンはグレゴリーの遺族に謝罪の意を述べながらも、犯行時のことを次のように語りました。あの時はグレゴリーをもはや人間だとも思えなかった。そして血まみれの頭を病室に持ち込んだ時は自分も汚れきってしまったように思えた。それでもただ妻を抱きしめたかった。スティーブンの行動は残虐極まりないものでしたが、彼の怒りについては理解できる部分も多々あります。なぜスティーブンは一途に妻を愛し続けたにもかかわらず夫婦はすれ違ってしまったのか。あなたは恋人を大切にしているにもかかわらず相手の心が離れていってしまう経験をしたことがありますか？もし逃げ場のほとんどない場所で事件に巻き込まれたら、あなたはどんな行動を取ろうとしますか？ 2014 年7月5日、中国浙江省杭州市、夕方5時過ぎ、バス運転手の王海生はその日も多くの乗客を乗せてバスを走らせていました。車内にはおよそ80名の乗客、学校や職場から帰る人々でそれなりに混雑しています。乗客たちの話し声でざわめくいつも通りの車内の光景でした。しかし突然、車内中ほどから悲鳴が上がり、バタバタと人々の走り出す音がし始めたんです。なんだ？長年の経験から反射的にブレーキをかけエンジンを止めた王。振り向いた彼が見たものは、燃え盛る車内とパニックに陥る乗客たちの姿だったんです。夕方のバスで突如発生した車内火事。燃え盛る炎は瞬く間に広がり、多くの被害者を生み出しました。この炎を起こしたのは一人の男の絶望と世の中に対する憎しみだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。